どうもトレインアウトドアです。私はアウトドアが好きで CT125 ハンターカブでキャンプツーリングによく出かけております。先日ハンターカブに乗って過去最大重量のキャンプギアを積んだソロキャンプツーリングに行ってまいりました。今回は最初に持っていたキャンプ道具を簡単に紹介して、その後バイクへの積載方法も紹介しますので、最後までお付き合いいただけますと幸いです。なお、過去に今回と異なる装備、積み方で動画を作成しておりますので、気になる方はぜひそちらも見てみてください。この動画が少しでも役に立った、参考になったと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひお待ちしております。今回持っていたキャンプ道具はこちらでございます。こうしてみるとかなりの量をバイクに積んでおりますね。それでは早速ですが、簡単に持っていたキャンプギアの紹介をしていきたいと思います。こちらは天幕デザインのサーカス TC デラックスプラスです。今回大きな初の試みとしては、このソロにしては少し大きめで、かつ重量が約 13kg の巨大テントを積んだという点になります。テントの中にバイクを収納するということを、なんかわかんないけどすごいやってみたくて、それができるテントはこれしかなかったので頑張って持っていきました。実際に収納できたかどうかはぜひこちらの動画を参照いただければと思いますが、やっぱり何回このテントを使ってもいいテントだと思いますね。設営も簡単ですし、映えるし、TC 素材だから結露も少ないのでとてもおすすめのテントです。サイズ違いがたくさんありますので、普段使用する人数に応じて適したものを選べるのもいいですね。こちらはスノーピークと村の鍛冶屋の鋳造ペグです。実は以前こちらの動画でスノーピークと村の鍛冶屋どっちを持っているかをこんがらがって間違えて紹介しておりましたが、結局どっちも持っているということにこの時初めて気づきました。なんともおっちょこちょいですね。サーカス TC デラックスプラスは付属のペグも比較的しっかりしているのですが、今回は地面が硬いと聞いていたのでこちらを持っていきました。どんな地面でもメリメリとめり込んでくれるので、風の強い日や地面が硬いサイトでも安心です。こちらは最近ふるさと納税で購入したスノーピークのハンマーです。今回初おろしとなりましたが、このペグとハンマー2つのセットで刺さらない地面があったら、ぜひとも地面師さんに教えていただきたいぐらいしっかり刺さりました。安物のハンマーから乗り換えたのですが、こんなにハンマーで人生変わるなんて、なんで義務教育にハンマーについての学習が盛り込まれていないのでしょうか。ハンマーとペグは一緒に使用するので、このオレゴニアンキャンパーのペグケースにまとめて入れております。もともとはタオルにぐるぐるに巻いて持って行ってたのですが、こういったケースがあるとやっぱりおしゃれになりますし、女性にモテること間違いなしですね。サーカス TC デラックスプラスはフロアレススタイルなのでベントラックスのコットを持ってきました。これも今回のギアの中ではちょっと重量がありますが、問題なくハンターカブに積むことができました。このコットは本当に寝心地抜群で、家のベッドにしたいと言ったらそれは過言です。ただお値段が高いだけあって物の作りは非常に良くて、寝床がしっかりピーンと張っております。この張り具合がたまらないですね。マットはサーマレストの Z ライトソルです。これは底冷え対策と寝心地向上ということで、基本どんなキャンプでも持って行っております。かさばりますがとても軽量で R 値も2ありますし、他のエアーマットと違い一瞬で完成するのがいいですね。これはいつも積載する場所が決まっておりますので、後ほど紹介いたします。こちらはナンガ 3. オーロラテックス 600DX です。いよいよ季節が冬になってきましたので、快適使用温度マイナス6度からマイナス10度のこちらの寝袋を持っていきました。この日のキャンプでは最低気温が4度程度でしたが、暖房器具なしでもある程度着込めば問題なく寝ることができました。逆に10度から15度くらいで使用するとむしろ暑いくらいなので、冬キャンプにはちょうどいいです。色もコットやテントと合っていて、見た目も質感もとてもいいので非常に気に入っております。こちらはキャンピングムーンのフィールドラックです。普段は2枚まとめて袋に入れておりますが、今回は積載の関係上袋は置いてきました。重量はありますが薄いですし、頑丈で組み立ても慣れればとても簡単なので気に入っております。ちょっと特殊な積み方をしているので後ほど紹介いたします。ちなみに今回は机要員として使用しました。机にも棚にもなりますし、サイトがスタイリッシュになるので非常に優秀ですよね。椅子はヘリノックスのグランドチェアです。普段のオートキャンプの際はサーカス TC デラックスプラスにはスノーピークのローチェアを合わせますが、さすがに横幅がかなりあるので積載は難しいかなと思いこちらを選びました。いつか近場のキャンプ場で積載にも挑戦してみたいと思います。このチェアは見た目の良さと座り心地、軽量さを兼ね備えた打ってよし投げてよし走ってよしのキャンプ界の大谷翔平と言っても過言ではないでしょう。色合いもサーカス DC デラックスプラスと合っていてとってもお気に入りのギアです。調理器具はキャンプスタイルの鉄と変わりますが、今回のメニューはビーフシチューだったので、スノーピークのアルミパーソナルクッカーセットを使用しました。このギアはチタン製のものもあるのでどちらにするか非常に迷いましたが、
中に OD 缶を仕込んでスタッキングしたり、取っ手が折りたためたりとコンパクト性が高く、2つのフライパンと鍋を1つにできるので、バイクキャンプにももってこいです。結構頑丈なので、直火でガシガシ使っても問題ないのがとても気に入っております。パンを焼くのと朝食の肉まん用にチャムスのホットサンドメーカーも持ってきました。こちらは少し重いですがかさばらないので持っていきやすいですし、普通にフライパンとしても使用できますので、バイクキャンプ向けのギアだと思います。ただの食パンでもこれに挟んで焼くと至高の味に昇華されるんですよね。この可愛いロゴがついたパンを見せれば女性にモテること間違いなしですね。あとはお湯を沸かすようにユイフハーのソロキャンプケトルを持って行っております。正しい読み方わかる方おりましたら教えてください。スノーピークのアルミパーソナルクッカーセットでもお湯は沸かせるのですが、なんかケトルって可愛くて持って行ってしまうんですよね。注ぎ口がある分他のギアよりお湯が注ぎやすいというメリットはあるかと思います。直火でガンガンつけて味が出るといかにもな雰囲気が出ていいですよね。今回は直火ができるキャンプ場に行ったので焚き火台と焚き火シートは持っていきませんでした。その代わりにソロキャンプツーリングではなく車で行くオートキャンプをメインに使用しているスノーピークの火ばさみを持っていきました。だいぶ使い込んでいるので汚れておりますが、見た目がとても気に入っております。ピンピカの新品ギアより少し使い込んでいるというギアの方が味が出て武骨でいいですよね。正直火ばさみはどれも大して性能変わらないと思いますので、好きなメーカーや見た目のものを購入してもらうのでいいと思いますが、これはスノーピークの商品の割には安価で、薪もとてもつかみやすいのでよく使用しております。ガスはスノーピークのホーム&キャンプバーナーです。今回は大きめの机を持っていきましたので、これに合わせてバーナーも大きめのものを選びました。トランスフォームするのでこのサイズにすることができ、バイクキャンプでも安定した火力と五徳を提供してくれます。岩谷のタフ丸みたいにかさばらないで持っていけるのがいいですね。また CB 缶を使用するタイプなので OD 缶よりもコスパもいいです。状況に応じて外のアミカスと使い分けております。こちらはカーベイビーのハンギングラックです。バイクキャンプの時は大きいギアボックスを持っていけないので、こちらにギアを吊るしております。実は最近焚き火シートがボロボロになってしまって再購入したのですが、このギアを使用していてとても安くて物が良かったので同じメーカーから選びました。非常に軽量コンパクトで紐でつながっていて組み立ても簡単なので、バイクキャンプ向けのギアだと思います。あまり多くの荷物を積載できないバイクをお持ちの方でも、これがあるだけでキャンプ感が非常に増すので、ぜひともお勧めしたいギアです。こちらはコールマンのダストボックスです。これも折りたたみ式で小さくなるのでバイクキャンプでも持っていくことができます。サーカス TC デラックスプラスと色味も合っているので今回は持っていきました。サイトにゴミ袋が見えないとより洗練した空間を作ることができますし、ゴミをポイポイ投げてここに入れられるのが気持ちいいんですよね。こちらはデイツのハリケーンランタンです。ライトは後ほど紹介するゴールゼロがメインとなりますが、これはオイルランタンで雰囲気がとてもいいのでなんか持っていっちゃうんですよね。私の各種ギア紹介動画でも何度か出てくるギアでございます。いつもタオルでぐるぐるにくるんで持っていっているので、ランタンケースを現在模索中です。おすすめのものがありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。こちらはコラプスのウォータージャグです。これも折りたたみ式なので小さくなるためバイクキャンプでも持っていくことができます。キャンプスタイルによっては置いていきますが、今回行ったキャンプ場は水場まで少し距離がありそうだったので持っていきました。基本洗い物は家でやることが多いので、これを使って軽く食器を拭いておいて家に持って帰っております。100均でも同じようなものは売っておりますが、ビニール感がどうしても気に入らなくてこちらを購入いたしました。正直高いなとは思いますが、サイト内にあるとインテリアとしても非常にかっこいいのであまり後悔はしておりません。こちらはグリップスワニーの G1 です。これはバトニングや熱いものを持つ時などで使用し、基本どんなキャンプの時でも持って行っております。革製のグローブで使い込めば使い込むほど手にフィットしていって、細かい作業も非常にやりやすいです。詳細はこちらの動画でも紹介しておりますので、気になった方はぜひ見てみてください。こちらはブッシュクラフト岐阜エナさんの暇つぶしククサです。これは自分でククサを作ることのできるキットで、私の動画を見ていただいている方はご存知かと思いますが、ソロキャンプでは結構時間を持て余すことがあるので、暇ができた時にこれを削って遊んでいます。暇つぶしにはもってこいですが、私がチンタラやってるせいなのかなかなか完成しないので、そろそろ気合を入れて完成させたいと思っております。こちらはカリタのキャニスターです。これは少しサイズが大きいのでコンパクトとは正直言い難いです。もう少し小さいサイズのキャニスターを探しておりますが、現状あまり気に入るものがなく、これが見た目も好きなので持って行っております。どうしてもコーヒー豆は袋の状態から一度封を切ってしまうと酸化が進んでしまうので、こうした密閉容器に入れて豆の鮮度を保つようにしております。なんといっても裏側の For Outdoors
の文字がかっこよくて、先ほど紹介したフィールドラックにおいてもおしゃれですよね。こちらはケブンハウンのカッティングボードです。友人の結婚式の引き出物でいただいたのですが、まな板としても使えますし、この上に食材を置いてお皿のような使い方もできて万能なので、重量はありますがあまりかさばらないのでよく持って行っております。木製のギアは自然ともよくマッチするのがとてもいいと思っております。またこうした平らである程度幅のあるギアは積載の際に平らな場所を作ることや仕切り役としても活躍してくれます。こちらはワイルドテックのギアケースです。こちらの中身はこの動画で紹介しているので割愛しますが、バーナーやマッチ、ライト、ナイフやノコギリ、コップ、箸、シェラカップなどのカトラリー、調味料等を全てまとめて入れております。今後こちらの中身とケースについて動画を作成したいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。残りはキャンプギアではないので紹介は割愛しますが、他にもキッチンペーパーや着替えの服、温泉用のタオルや撮影用の機材等もございます。YouTuber はどうしても撮影機材で荷物が多くなってしまうので、いつも手持ちのギアとにらめっこしております。改めてハンターカブの積載能力には感心しますね。それではまずはヘンリー・ビギンズのシートバッグにギアを詰め込んでいきます。ここではシートバッグに入らないテント、ラック、コット、ギアケース、温泉セットを除き全てを詰め込みます。このシートバッグは拡張機能もあるのでこれより大きなサイズにもなりますが、これくらいであれば全部入るので今回は拡張機能なしで詰め込みます。このヘンリー・ビギンズのシートバッグについては細かい作りや使い方など別の動画を作成しようと思っておりますが、こちらの動画でも簡単に説明しておりますので気になる方は見てみてください。荷物を詰める際は基本的に形がしっかりとした大きめのものを下に入れること、キャンプ開始時にすぐに取り出せるものを上に置くこと、この上に荷物を積むので一番上が平らになるようにすることを意識しております。また私はキャンプの後に温泉に寄ることがとても多いです。むしろキャンプより1日風呂に入らなかった後の温泉を楽しみにしているくらいです。この時も帰りに温泉に行きましたので、温泉に行く場合はタオルと着替えなどを詰め込んだ温泉セットは外に出して積み荷をほどかなくてもいいようにしております。それではこれをハンターカブに積んでいきたいと思います。冒頭でもお伝えした通り、以前こちらの動画で別の装備でキャンプツーリングに行った際の積載方法を紹介しておりますので、興味のある方はぜひ見てみてください。ベースとなる積み方は毎回一緒で、まずはこのヘンリー・ビギンズのシートバッグをキャリアに置きます。ちなみにキャリアには100均で購入した滑り止めシートをつけております。必要なサイドにハサミでカットして両面テープで留めるだけですし、これがあると荷物がずれる心配がだいぶ減るのでとてもおすすめです。今回はキャリアの前方にサーカス TC デラックスプラスを置く予定ですので、少しキャリアからはみ出るくらいギリギリの位置に置くのがポイントとなります。次にサーカス TC デラックスプラスをキャリアの前方に置きます。ハンターカブのキャリアの前方には取っ手がありますので、この取っ手とヘンリー・ビギンズのシートバッグの隙間に収まるように調整します。また普段はこの位置にフックがあるギアを置いているのですが、サーカス TC デラックスプラスはフックがないので持ち手のところを巻いて接続のための場所を作っておきます。次にサーカス TC デラックスプラスとヘンリー・ビギンズのシートバッグの間に折りたたんだ状態のキャンピングムーンのラックを挟み込みます。挟み込んだらヘンリー・ビギンズの一番長い持ち運び用のベルトがあるので、これをキャンピングムーンのラックにかけて固定します。このベルトの部分は長さを調整できますので、なるべくきつく締まるようにベルトを調整しております。このキャンピングムーンのフィールドラックとヘンリー・ビギンズのシートバッグのサイズがジャストフィットでとっても気持ちがいいんですよね。次にヘンリー・ビギンズのシートバッグを開き、この位置にキャンピングムーンのラックを組み立てた状態で逆さにして挟み込みます。ここはサイズがかなりギリギリにはなりますが、これくらいビタビタに止まっていた方が個人的には安心です。いやしかし何度見てもこのシンデレラフィットには本当に感動しますね。さらに前回の積載で気になっていた横への荷崩れ、落下をこの足の部分がサイドに来ることによって防止してくれます。この完璧な仕様にはガンジーが怒って助走をつけて人殴ってるのを見た時くらいの驚きですね。以前は後ろの荷台をネットだけで止めていて荷崩れがとても心配だったのですが、これがあることによってだいぶ安心感が向上しました。次にこの上にベントラックスのコット、ナンガの寝袋、温泉着替えセットを置いていきます。ヘンリー・ビギンズのシートバッグを後ろギリギリに置いていて重心が後ろに傾きがちですので、この時は重いものはなるべく座面方向に、
軽いものを後ろに置くようにしております。サーカス TC デラックスプラスの上にはサーマレストの Z ライトソルを重ねます。これはもともとバンドがついていたはずなのですが、どっかに行ってしまって言うことが聞かないのでだいぶ不便です。もしどなたかちょうどいいサイズのバンドを知っていたらコメントで教えていただけますと幸いです。ここまで来たら荷物をネットで留めていきます。以前は100均で購入したネットを2つ連結していたのですが、荷物を止めるときにバラバラになってやりづらかったのと耐久性に不安があったので、二輪館で700円くらいで売っていたネットを購入してみました。こちらは L サイズで初めから大きさがある程度あるので連結が不要でスムースに荷物を止めることができます。極力テンションがかかるように引っ張り、荷台やギアのフックにかけて荷物を止めております。少なくとも数箇所は荷台の一番下にフックが止められるといいかと思います。しっかりとネットが張るようになったら荷台は完成です。この後ろの荷台の高さが均一になっているのが非常に美しいですよね。運転時のバランスも取りやすいですし、なんならさらに上に荷物を乗せられそうな気もしております。最後にセンターキャリアにワイルドテックのギアケースを乗せ、こちらは100均で購入したネットで留めております。以前はガイロープで固定していたのですが、紐をセンターキャリアに通すのがかなり面倒だったのでネットで留めることにしました。こっちの方が明らかにスムースに取り付けができますし、紐の固定よりも安心感があるのでネットでの固定がおすすめです。この程度の大きさの荷物であれば100均のネットを2つ連結する必要もありません。ハンターカブは本当はこれだけじゃなくてサイドバックとかフロントキャリアとかまだまだ他にも積むことはできるのですが、運転の操作性が失われるのはバイクに乗ってて楽しくなくなってしまうので、そういった観点から私はフロントキャリアは運転しづらくなりそうなのでつけないことにしております。ちなみにセンターキャリアは運転に支障はほとんどないですが、荷物を置くと給油シートを開ける際に荷物が当たるのであまりガチガチに固定しないようにするのがいいかと思います。また後ろのキャリアの重量が増えると純正のサイドスタンドでは地面が柔らかかったりした場合バイクが倒れてしまうことがあります。そのため西本工業のサイドスタンドを追加で取り付けております。これがあれば2本足で車体と荷物を支えられるので重いものを積んでいても心配なしです。センタースタンドを立てれば安心感はありますが、荷台が重く掴むところもないとなるとセンタースタンドを立てるのは私みたいなマッチョじゃないと難しいので追加でサイドスタンドをつけることをお勧めします。この状態で乗車するとこんな感じです。身長176センチ、マッチングアプリだと1センチ持って177センチ、手足長めの私は普段シートの後方に腰掛けておりますが、荷物があるので普段より若干ですが前方に座る形になります。さすがに寄りかかるのは怖いですが、後ろに13キロのテントがあるので簡易的な背もたれができたような感じです。いずれにしましても運転には支障がないと考えております。またセンターキャリアに置いているワイルドテックのギアケースはニーグリップをするとちょうどいいのでこちらも運転に支障はありません。ただ大きな段差を高速で駆け抜けると荷物が大きくバウンドして荷崩れの心配がありますので、運転時は万が一のことを考えてなるべく平らな道をゆっくり走行するように注意しております。ということで以上がソロキャンプツーリングのギア紹介と積載紹介でございました。キャンプスタイルや季節によって積載するギアはその都度変わると思いますので、これからもより良い方法ができたら皆様に紹介したいと思います。また実際ソロキャンプツーリングしている動画も公開しておりますので、ぜひそちらもご視聴いただけると泣いて喜んで喜びのあまりさっきガンジーが勢いつけて怒っていた人と抱擁を交わした後に一緒にキャンプしたいぐらい喜ばしいあまりであります。ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になった、良かったと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントいただきますと幸いです。また今回紹介した商品は全て概要欄から確認ができますので、気になる方はぜひ見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。